神戸ポートターミナルで整理券をもらい出国手続き待ち。ここでパスポートを見せて出国手続きをしてから、ダイヤモンドプリンセス船内で使用するメダリオンという鍵のようなものを受け取ります。メダリオンの色は乗船回数によって変わります。今回のお部屋は海側バルコニーです。ベッドは予約時にツインかダブルを選択できます。神戸港はあいにくの雨ですが、旅行中に天候の回復を祈ります。バルコニーに出て神戸の街並みを見てみました。出港までに避難訓練を済ませる必要があります。各自の部屋で決められた集合場所まで行く必要があります。このモニターで回数と自分の位置を確認してマスターステーションを目指します。ブラスバンドによる生演奏が始まりました。下の階のバルコニーは少し広い感じです。いよいよ出港です。徐々に岸壁から離れていきます。さようなら神戸の街。まずは韓国のチェジュ島までの航海です。それでは船内の散策に出かけてみたいと思います。14階リドデッキにはプールとジャグジーがあります。トライデントグリルで無料のハンバーガーを注文しました。5分ほどで出来上がりです。さあ食べよう。とするとウェイターさんが無料の紅茶をくださいました。アイスクリームバーのソフトクリームも無料です。食後の運動に7階プロムナードデッキを散歩します。8階の海側視界不良の窓側に救命ボートがあります。17階スカイデッキは360度水平線を見渡すことができます。船尾から航跡を眺めていると心が洗われます。7階プロムナードデッキでは優雅なピアノの演奏。6から7階は高級時計や化粧品、土産などのショップがあります。有料レストランの貝寿司も7階にあります。7階の最後尾にはクラブフュージョンがあります。階段の周りには飛行地から送られた盾が飾られています。6から7階にはプリンセスシアターがあります。
はさまざまなショーやイベントが開催されています。無料とは思えないクオリティのショーです。6階にはグランドカジノがあります。ダイヤモンド・プリンセス号は外国籍クルーズ船のため公海上であれば合法的にカジノで遊ぶことができます。5階アートギャラリーでは絵画を楽しめます。エクスプローラーズラウンジで絵画のオークションが行われています。5万円程度から購入できるそうです。5階には図書室があります。日本語の書籍もあるので安心してロングクルーズも楽しむことができますね。初日の夕食は4階ビバルディダイニングにてシェフのおすすめコースを注文しました。20時予約で混雑のために相席でしたが、日本人の方だったのでいろいろと会話を楽しみながら食事することができました。ちなみにクルーズは何度目ですかとよく聞かれます。同じテーブルの方はどちらも複数回参加とのことでした。普段はセルフのお店が多いのでウェイターさんと英語でやり取りするのに苦戦しました。今日は初めて尽くしで本当に楽しかったな。明日は晴れるといいんですが。おはようございます。2日目は終日公開日になります。朝食は6階インターナショナルダイニングにします。焼き魚が食べたかったので和定食にしました。終日公開日は毎日配られる船内のイベントリストを見て各イベントの参加時間に合わせて行動することにしました。水着があれば映画を見ながらプールやジャグジーも入れますのでぜひご持参ください。昼食は14階のブッフェレストランのホライゾンコートにしました。7階フォトギャラリーでご自身の写っている写真を探すのも楽しいですよ。おタバコはプロムナードデッキにスモーキングエリアがあります。船内を歩き回って疲れたら海を眺めて癒されます。今回のクルーズで乗船されている方が2500名程度とのこと。そしてクルーの方も1300名ほどいらっしゃるそうです。やはり外国の方が多いので英語が話せたら楽しいだろうな。船内では本当に一日中さまざまなイベントが行われていました。私も興味のあった多数決ゲームや英会話などのイベントに参加しました。明日はいよいよ韓国チェジュ島に到着です。事前に購入しておいた SIM カードに入れ替えます。1日使い放題の SIM カードを Amazon で購入しました。付属の SIM ピンをスロット横の穴に差し込みます。これを元の SIM カードと入れ替えます。スロットを差し込んであとはチェジュ島に着いたら電源オン。明日は晴れるといいな。おやすみなさい。おはようございます。目が覚めるとチェジュ島は快晴でした。チェジュ島は韓国のハワイと呼ばれているそうですがわかる気がします。素晴らしく美しいです。タグボートがダイヤモンド・プリンセス号の側面を押して着岸をサポートしています。オプショナルツアーに申し込まなかったので個人観光です。まずムービングサイドウォークで入国審査を受けに行きます。有名な平和の象徴トルハルバン像です。石像のおじいさんという意味だそうです。港の両替所で1万円分をウォンに交換。8
16,000ウォンになりました。観光案内所で名所への行き方を教えてもらえます。オルレ市場を目指しローカルバスの停留所まで歩きます。本当は世界自然遺産のソンサンイルチュルボンに行きたかったのですが、時間的に厳しそうなので諦めました。ソギポ港からソンサンイルチュルボンまでバスで1時間以上かかるとのこと。ソギポ港から停留所まで10分以上歩きます。小学校が左手に見えたら大通りを右に曲がるように教えてもらいました。これが小学校です。停留所までもう少しです。観光案内所でいただいた路線バスの地図です。記載された数字のバスはオルレ市場方面に行けます。520か521のバスに乗りソギポノンヒョップ銀行まで。オルレ市場には約20から30分で着く予定です。韓国では車は右側通行なのでこちら側のバス停です。バス停には同じく個人観光の女性2人組が地元の男性に降車場所を聞いていました。彼女たちはウェドルゲと呼ばれる観光スポットへ。バス代はどこまで乗っても1200ウォンとお得です。ハングルがわからないので翻訳アプリがあれば便利です。停留所から歩いてすぐオルレ市場がありました。市場にはアーケードがあり雨でも安心です。海産物や野菜がありますが生ものは船に持ち込めないので食べ歩きがおすすめです。市場にはオプショナルツアーの方々もたくさん来ていましたが、韓国本土からの観光客もたくさん来ていました。さすがハワイです。有名なデコポンのジュースを飲みました。新鮮な絞り汁の濃厚な味を感じられます。我々はサムギョプサルのお店に入りました。メニューの黒豚2万ウォンと豚1万5000ウォンにしました。セットでキムチやニンニク大葉などの小皿がたくさん並びます。黒豚と豚が出てきました。言葉が通じなくても一生懸命説明していただけました。焼けたらハサミで小さく切り分けます。特製塩だれにつけて食べると美味しくてほっぺが落ちそうです。食後は市場を見て歩きました。みかんの試食があります。豚足も美味しそうですね。そろそろ最終乗船時刻の1時間前なのでお土産を買って帰ることにします。帰りのタクシー代も入れてきれいに使い切りました。帰りは流しのタクシーで15分ぐらいで到着しました。代金は1万200ウォンを1万ウォンに負けてくださいました。なんとか翻訳アプリとカムサハムニダで乗り切ることができました。さようならチェジュ島の皆さん。今度はハルラ山も行ってみたいな。私の出会ったチェジュ島の人は皆さん親切でした。オプショナルツアーもいいけど個人で地元の人と触れ合える旅も楽しいですね。あれはタイガーアイランドかな。しばらく部屋で休んでからバルコニーに出てみました。チェジュ島はすっかり見えなくなりました。本当に楽しかった。今度は泊まりで行きたいと思います。前回は韓国のチェジュ島でオルレ市場を冒険しました。全く土地勘がなくても Google マップがあればなんとかなりました。こうして今回のクルーズで一番の大冒険が終わりました。明日の鹿児島も資金の関係でオプショナルツアーを申し込んでいません。鹿児島の下船時に入国審査があるそうなので事前にもらった携帯品別送品申告書を書いておきます。
おはようございます。鹿児島に到着しました。オプショナルツアーのバスが待機しています。チェジュ島の快晴から一転して鹿児島は雨模様です。下船したターミナルにはバスやタクシー待ちの方がいます。シャトルバスは往復で25ドル。我々にはお金がない。よって雨の中を脇田駅まで25分歩くことにしました。維新ふるさとの道を歩くだけで西郷隆盛や大久保利通ら偉人の歴史を学ぶことができます。しかしこの雨です。誰も歩いていません。平和の象徴の鳩ですら雨宿りをしています。維新ふるさと館を出るとなんと雨が止んでいました。 JR 鹿児島中央駅が近いのでお昼ご飯にします。鹿児島ラーメン王で優勝したことがある五郎花にします。おすすめの五郎花ラーメン900円にしました。美味しい。左手には雲に覆われた桜島が見えます。鹿児島港はブラスバンドの方々とたくさんの人々であふれてます。見送りの方も多かったのでしょうか。バルコニーにたくさんの乗員の方が出てブラスバンドの演奏を楽しまれていました。我々もバルコニーから演奏を見せていただきました。 EW&F のセプテンバーがとても良かったです。予算的には内側が財布に優しいのですが、こういった楽しみ方ができるのはバルコニー付きの良いところですね。もし次回の寄港地で鹿児島があれば桜島のツアーもいいな。さようなら鹿児島の町、また訪れる日を楽しみにしています。おはようございます。最後の終日公開日になります。グランドプラザでピアノの演奏を聴いたり、アラスカで出会うクマのイメージキャラクタースタンリーと写真撮影をしたり、アフター用語アヘッドでお先にどうぞ。ファミレスに慣れた私にとってホライゾンコートのブッフェが一番です。キッチンライブツアーは普段入ることのできない船の裏側を垣間見ることができるのでおすすめです。これはフクロウでしょうか。これは仲良しの小鳥ですかね。スイカを使ったバラですね。これはファインディングニモでしょうか。スカイウォーカーズナイトクラブは最上階なのでとても眺めが良いです。最終日はベイクドアラスカパーティーがあるので予約してディナーに行くのが良いかも。私はトライデントグリルの BLT バーガーを食べながら映画オデッセイを見る最高の夜です。目を覚ますと横浜に到着していました。夢のような時間はあっという間に過ぎ去ってしまいました。私は8時までに部屋を開けて下船しなければなりません。横浜港第3橋国際客船ターミナルから横浜高速鉄道みなとみらい線日本大通駅まで10分ほど歩きます。横浜開港資料館は早すぎて開いていませんでした。とりあえず新横浜駅まで行くことにします。2階建ての通勤電車を初めて目にしました。ラーメン博物館も開いていません。10分程度待つと入ることができました。博物館は食べるだけでなくラーメンの歴史を学べます。全国ご当地ラーメンマップですね。全国ラーメン鉢には私の好きな鎌倉もありました。大踊り地の木は東京ラーメンの草分け的な存在だそうです。
尾崎寛一氏は51歳で役人からラーメン店ら依頼犬を浅草に開業したアラフィフの星です。ラーメンを食べるために地下2階に降りると、そこには昭和の街並みが再現されています。まずは一番人気の利尻ラーメン味楽にしました。ミニ焼き醤油ラーメンスープがものすごく美味しかったです。野方ホープのミニ醤油豚骨ライスが無料でついてました。これも美味しい。ここまでリアルに再現されているとは思いませんでした。古き良き昭和の時代、三丁目の夕日を思い出しました。バイクやポストなどの小物にもリアルを追求しています。こんな夜の街だったら楽しそうですね。店頭に並ぶカメラも当時のものでしょうか。お土産に出川哲朗さんのご実家蔦金商店の味付け海苔がありました。新幹線の時間までまだ時間があります。ホンダ N ボックスを借りてもう1カ所ぐらい行けそうです。新横浜から1時間程度運転して横須賀へやってきました。米海軍横須賀基地があるのでゴミ出しの案内も英語です。猿島要塞と呼ばれる大宝石を見に行くことができます。しかし時間の関係で今回は戦艦三笠を見学することにしました。東郷平八郎司令長官はこの三笠でバルチック艦隊を迎撃しロシアを降伏させました。インドのネルーや中国の孫文も大いに感激したそうです。復元戦とはいえ日露戦争を戦った100年以上前の戦艦を見学でき感謝です。お土産を売店で購入することにします。海軍カレーとガチャポン200円で缶マグネットを購入。横浜の町は見どころ満載なのでまたゆっくり訪れたいです。これで韓国チェジュ島クルーズは終了になります。それでは今回の旅行費用の総額です。プリンセスクルーズ約17万2000円。新幹線 EX こだま片道1万9960円。タイムズカーシェア4620円。その他約2万円。合計21万6580円。初めてのダイヤモンドプリンセスクルーズ。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ブルクロチャンネルに登録よろしくお願いします。